っさん2人ともクッキー作ったことない。お客さんはノルウェー人の、特に女性が多いかなって思ったから聞いてみたら、いちご乗せなさいって言われて、抹茶にいちごって思いつつ、めっちゃうまいけど、これは日本なのか。お寿司で言ったらカリフォルニアロールだよね。でその横で僕は一人でもうずっと泣いてんの。周りの人はもうこの人多分パーティーで彼女にさよならケビンってすごい大失恋をしたんだなって、すごい振られたんだなって思われてるんだろうなって思いながら、もうケビンビンスリーピージャパニーズ、ケビンビンスリーピージャパニーズ、ケビンビンスリーピービンビンスリーピービン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 。こんばんは。ケビン・ビン・スリーピー・ジャパニーズ始まります。日本生まれ日本育ちノルウェーハーフのケビン・ビンが、みんなが寝るまで日本語を話します。はい、みんな元気？今日はタメ口で話してみようと思うね。今日のテーマは、ノルウェーの日本祭りでクッキーを作ったことない男2人が1000個のクッキーを完売したよというテーマで話そうと思うね。ノルウェーのオスロっていう僕が住んでる小さい町で日本祭りがあったんだ。これはね3回目なんです。だけどですってですって言っちゃダメよ。今日は3回目で、もうすごいね。前回は7000人が来たすごい大きな祭りなんだよね。オスロのある農場、普段牛とかさ馬とかいる農場であるイベントなんだけど、そこでステージがあって、そこで日本の音楽の演奏をしたり、出店といってテントの下でいろいろな食べ物売ったりするんだよね。僕は毎年合唱で歌を歌ったり何かお手伝いをしていたんだ。で、今年は突然ね、先輩の日本人の人に、ケビン何か食べ物売らないかって言われたんだよね。で、食べ物ですかって言って、小さい頃からさ、お祭りっていう日本のお祭りでチョコバナナとか焼き鳥とか焼きそばとか買ってたけど、売る側、作る側になるって面白いなと思って、じゃあぜひやりましょうっていう風に言って、結構面白い先輩でちょっとミステリアスな感じのね、リラックスした静かな先輩なんだけど、やりましょうって言って、2人で男2人やりましょうって言って、じゃあ焼きおにぎりどうですかって話したりとか、あと焼き鳥はどうですかとか、お餅はどうですかって話したんだけど、全部ダメですと言われちゃったんだよね。ダメじゃないんだけど、プロじゃない人がそういうのをやると危険だ。どうしてかというと、おにぎりとかお米はバクテリアが増えちゃって危なかったり、衛生許可証っていう、そういうやってもいいよっていう紙がないとちょっと難しいねって言われちゃったんだよね。だからおっさん2人30代のおっさん2人どうしようかねって考えて、最終的に出た答えが抹茶クッキーを作るっていうことだったんだよね。かわいい。なぜかというと、一番安全、焼くから安全で、前の日に作ったらその日は売るだけだからすごい楽。いいねっていうことで、それにしよう。でも2人ともクッキー作ったことない。しかも先輩はあんまりクッキーが好きじゃない。どうしようっていう話になってやばいじゃん。そう。クッキーね、作んないじゃん、あんまり。そう。だからやってみようっていうことで、作ってみよう、食べてみようっていうのを試食会って言って、試食してみようっていうことで、
作ってみたんだよね。そしたらやっぱり作ったことないおっさん2人だからさ、もうなんかバターどれぐらいかわかんないの。もうこれぐらいみたいな。砂糖もこれぐらいなのかなみたいな。そう。バターもなんか塩があるやつと塩がないやつ。有塩バターと無塩バターがあるでしょ。有塩無塩。どっちかわからないみたいな。卵も入れるのどうなのとか考えながらね、なんとか作ってみたら、結構美味しくできたんだけど、なんか寂しいなと。つまらないなと。ちょっと味が素朴すぎると思って、どうしようって考えた時に、その上にトッピングをしたらいいかもなっていう風に2人で考えたんだよね。で、ミルクチョコのトッピングしたりしてみて、美味しいな。そうそう、全部見よう見まねでね。そう、やってみたんだけど、でも最後もうアイディアがなくて、その、ノルウェー人の女性の人だったらわかるかな。ね。そういう人に聞いてみたら、でもお客さんはノルウェー人の、特に女性が多いかなって思ったから聞いてみたら、もう神の声ですよ。いちご乗せなさい。いちごですって言われて、抹茶にいちごって思いつつ半信半疑でね、本当って思いながら、上にね、抹茶のクッキーの上にいちごパウダーと砂糖と水を混ぜた、いちごジャムみたいなものを乗せて食べたら、めっちゃうまい。めっちゃうまいけど、これは日本なのか？これは抹茶なのか？僕の心の中の日本人のね、ソウルが、大和魂が、これは違うと。お寿司で言ったらカリフォルニアロールだよね。違うよって言ってたんだけど、でもノルウェー人のためのお祭りだから、これもメニューに入れようということで話して、でもやっぱり日本人のね、日本の抹茶の味を生かしたものを欲しいなって思って、二人で考えたのがきな粉。ね、ヨーロッパの人多分知らない人が多いんだけど、大豆からできた粉だよね。パウダーで、よくお餅とか日本のお菓子につけて食べるけど、それを抹茶クッキーにパラパラパラってかけてみよう。そしたらもうめちゃくちゃ美味しいの、それも。日本人の友達に食べてもらったら、いや、これが一番だ。みんなこれが一番って言ってくれて、でもやっぱりノルウェー人の女子に聞いたら、いちごよ。いちごが一番よって言われて、じゃあ一緒にパッケージに入れて、あとホワイトチョコとダークチョコも、ダークチョコにそのお塩を入れたやつ、そうと4パターンでクッキーを作ろうと。抹茶クッキーに上にアイシングでね、作ろうって決めて、でその結局お祭りが日曜日だったんだけど、金曜日から金土日、金曜日に生地を作ってバターとか砂糖を入れて作って、土曜日にオーブンで焼いてパッケージングして、でホワイトチョコとか乗せて、でお祭りの日っていうプランで始めたんだよね。でそしたらその最初の日に、先輩の家に行って始めましょうって言ったら、その僕のちょっとその、ミステリアスな先輩ね、すごく後輩に慕われてるんだよね。慕われてるっていうのは後輩が好きです。好きですじゃないけど、ついてきますよ先輩。ね、信じてますっていう、すごい後輩に好かれてる。で、その後輩の日本人の留学生が日本に帰ってしまうから、その前の最後の晩餐ですよね。そう。レオナルド・ダ・ヴィンチじゃないけど、最後にラーメンを食べたいっていうことで、先輩が、ケビンごめん、ちょっと今ラーメン後輩と食べに行くから、ケビン一人でお願いって言われて、一人で800枚分の生地をもうバター入れて、水入れて、水入れたかな、卵入れて、それをもう手袋して手でこねてね。そう、もう音楽、ジャズの音楽聴きながら、僕が好きなジャズ聴きながらこうやってもうこねて作りました。で夜の遅い時間に先輩帰ってきて、
そしたらその後輩の日本人の子ね、もうベロベロに酔ってて、ソファーで寝始めて、どうしたんって言ったら、こいつ最後だから、ビールおごってやったんだよ、つって。そしたらビール一杯でもうベロベロになったんだよ。うん。多分お酒飲んじゃいけない人だね。お酒飲んじゃいけない人だよって思いながら。その日頑張ってなんとか終わって、で、次の日ですよ。次の日、もうオーブンでクッキー焼いて、で、いちごとかホワイトチョコかけて、で、最後、僕たちね、男2人で考えて、桜のパッケージにして、可愛い桜のパッケージで、桜の形のクッキーを作るために、そういう型を買って、ね、全部自分たちで考えて、で、やろうって言って、その日はね、お昼から始めたんだけど、僕が行った瞬間に僕がずっとね、苦しんでるアレルギーの症状が始まってしまって、目からも涙、鼻からも鼻水、止まらないのよ。で、普段だったらもうすぐベッドで寝込んでるんだけど、もうやらなければいけない。その日にやらなかったら終わるから、積むから、鼻の中にティッシュをもうぐさぐさって入れて、もう気合でもう頑張って最後までやるんだけど、1000枚焼くからもうオーブンで7時間とか8時間焼いて、でその後にいちごパウダーとかきな粉とかチョコをつけたりかけたりするから、夜1時になって終わらなかったんだよね。で、僕は帰りのバスがあるから、先輩すいません帰りますって言って帰って、最後バスに乗ったんだけど、ノルウェーってね、土曜日の夜ってもうみんなパーティーから帰った後で、もう4人ぐらいでみんなもうどんちゃん騒ぎって言うけど、もううるさいのよ。うるさいの。そう。で、うるさいでしょ。で、もう一人はなんかスマホでワールドカップ見てて、自分のチームが多分負けてて、この野郎ってすごいね、言ってはいけない言葉をね、ずっと言ってるの。で、その横で僕は一人ででもうずっと泣いてんの。アレルギーね。アレルギーでもうずっと泣いてて、多分周りの人はもう、この人多分パーティーで彼女にもうさよならケビンってすごい大失恋をしたんだなって、すごい振られたんだなって思われてるんだろうなって思いながら、もうそれでも止まらないからつって、もうずっとこれでなんとか家に帰って、俺これ祭りもう休むことになるかなと思いながら、次の日朝起きて、でパッケージやっぱ先輩もほぼ徹夜してくれたんだけど、1000枚終わらないから8時に行って、そう残りを急いでねパッケージして、でもその時も僕起きた瞬間も今日祭り無理かもしんないって思いつつ、アレルギーあったから。でもやっぱ人の体ってすごいね。アドレナリンでもうパッケージしてるうちにどんどん元気になって、そこで先輩はね、メニュー印刷するわって言って、メニューできてないんかいって感じでメニュー印刷しに行ったりとかね、図書館で印刷しに行って、でそうこうしてるうちに日本人の留学生後輩のね2人の子と女の子と、あとノルウェーの日本語勉強してる学生、ノルウェー人の2人男の子がボランティアで協力してくれて、じゃあ一緒に行こうっていうことで、一緒にもうすべて1000個のクッキーを持って、桜パッケージのね可愛いおっさん2人で、あと途中で助けてくれたんだけど学生も作ったのを持って行ったら、もうね今回の祭りはもうすごいんですよ。20店舗ぐらいの出店がテントの下にもう準備してんのよ。でみんなもうエリート中のエリートですよ最初は多分1回目の祭りは個人の
クッキー屋さんとかで始まったけど、今はもうオスロ中の日本のパン屋さんとか抹茶屋さんとか、日本のグッズが売ってる店とかが全部そこに集まってるんだよね。そうで、その中僕たちはもうクッキーだけを持って行って、よし自分たちのブースだって言ったら、そこに芝生と草しかないのよ。そう、あれテントはって思って聞いてみたら、ごめんね、テントまだつけてなかったっていうことで、全然大丈夫ですよって言って、僕たちでテントを持ってきて設置して、あと机もないから机も持ってきて設置して、そこから準備をしていったんだよね。で、これでなんとかね、1000枚終わって、俺のアレルギーも大丈夫だ。よし、これで始められると思って始めようとしたら、僕たちのメニューは抹茶クッキーと緑茶だけだったんだけど、緑茶は水をケトルで沸かしてお湯にして、それをパウダーに入れて作るっていうのを考えてたんだけど、ホストの主催者の人に聞いたら、水ありますかって言ったら、水ないわよ。ここの農場の水は汚いから、ここの水は使えないの。メッセンジャーでも書いたけどね。っていうふうに言われて、もう完全に僕たちのせいなんだけど、メッセンジャーを見落としてて、水は自分たちで持っていかなければいけないっていうことをね、その時に分かって知って、やばいとで、いろいろ調べたら近くに、近くないね、20分ぐらいのコンビニに水があるから、そこに取り行こうって言って取りに行って、でも保温瓶ね、タルモボトル3リットルしかないから、保温瓶3リットル持ってきて、またコンビニ行くの、これ無理だなっていう話になって、で、僕はいろいろな人に聞こうと思って聞きに行ったけど、みんな水を使わないんだよね。分かってるから水使えないの。でも最後の最後で、テントじゃなくてワッフルを売っている、その農場のグループの奥様方みたいなグループの人がいて、そこの人に聞いてみたの。水ありますかって言ったら、今作ってるわよって言って、中入ったらケトルでお湯作ってて、で、全然この水持ってっていいわよって、お湯持ってっていいわよって言われて、で、私たちで別に一緒に使えばいいしって言われて、もう神様ありがとうございますっていう風な感じで、もうすごい感謝して、だからもうその水を取りに行ってすぐお湯を作って持っていけるっていうのがね、できるようになって、よしこれで大丈夫だって思って店を開けました。クッキーをね置いて。でも最初は全然人が来なくて、これやばいなと。で、周り見たらやっぱみんなさ、もう本当にプロのさ店だからさ、もうメニューもしっかりしてるし、装飾も見た目も綺麗だし、すごい、もう俺たちはなんか F1 カーの中にいる車みたいな、ドーベルマンの中にいる子猫みたいな気持ちになって、大丈夫かなって思ってたんだけど、でもその女の子たちが着物着てくれてたんだよね。そしたらすごいやっぱ映えるね、女の子の着物は、女子の着物は映えて、でそのノルウェー人の学生の子が、実はその一人は僕の元々の日本語の生徒で教えてたんだけど、彼がすごい絵が上手なんだよね。漫画を描くから。だから彼がそのカードに、でっかいカードに、なぜかわかんないけどマッチョなピカチュウ、ポケモンと This is a banger、 これめっちゃうまいよ、美味しいよっていうのを書いて、もう一人の
ノルウェー人の学生と叫んで宣伝してくれたんだよね。で、それをしたら、どんどん人が来始めて、で、あと、もうこのお祭り本当に人気がすごすぎて、行列だらけだったの。もう1時間ぐらいの行列がある店がたくさんあって、もうさっき言ったラーメンとか、今たい焼きがブームで、フグレンっていうノルウェーにも日本にもそこら中にあるカフェが、月に1回かな、イベントでたい焼きを売ってるんだけど、それがこのお祭りにもあって、もうコンサート、ディズニーランドの列がたくさんあって、それに疲れた人、もう並びたくねえわって、もっとね、カジュアルなところがいいっていう人が来てくれて、僕たちのところに来てくれたり、あとは多分、食後のデザートで来たい人とか、雨が降ってたから、まあちょっとパッケージで持って帰れるものがいいなって多分人が来てくれて、どんどん混み始めて、そしたらそのソマリア人のね、すごい有名なコメディアンの人とかが娘さんと来てくれたりとか、そう、日本人の人ももちろん来てくれたし、ノルウェー人の人もノルウェー語でもちろん対応したら、それ1個と抹茶セットもいいですかみたいな、めっちゃ日本語ペラペラで話しかけてきてくれたり、そう、とか、すごい楽しくね、接客して、結局11時半に始めて、14時に全部、1000個分全部完売しました。そう。めちゃくちゃ嬉しくて、みんなでね、日本人の留学生の女の子とか、ノルウェー人の学生先輩みんなでハイタッチして、よっしゃーっつって、よくやったぜみんなみたいな感じで、ね、青春やって思いながら最後、終わりましたね。楽しかったね。お祭り自体はあんまり見る時間がなかったけど、最後にソーラン節っていう日本の踊りがあるんだよね。あれは働く人のための踊りかな。綱引きをしたりとか、ね、よっこいしょ、どっこいしょ、ソーランっていう、そう。昔そのお祭りでケビンさんこれ歌ってくれませんかって頼まれたことあるんだけど、俺歌えないかな、多分この歌は。そう、踊りがメインだからね。それのパフォーマンスを見て、で結構そのかっこいいさ、力強いダンスだから、まあ男性が踊ってるのよく見るんだけど、そのお祭りでは全部女の子、女性が踊ってて、そう、めっちゃかっこいいなーって思いながら、そこは楽しんで、このお祭りが幕を閉じましたね。このお祭り全部終わったね。ほんとこういうね、経験ができるっていうのはすごくありがたいことだし、先輩にも感謝したいなと思ったし、最後ボランティアのね、学生のみんなにも、照り焼きバーガーがあったの。照り焼きバーガーみんなでおごりだって言って、そう、僕と先輩でおごって、みんなで食べて、その後家に帰って、一緒にケバブ注文して、サッカーのワールドカップ見たんだけど、楽しい一日だったね。そうで、最後にこのミステリアスな先輩について話したいんだけど、この先輩から勉強したこと、学んだことを話したくて、この先輩の一日を見てすごく思ったのが、いい意味ですごくずうずうしい人だなと思ったんだよね。そう。後輩とかにも、すごい、これやってね、これやっといてね、とか、これお願いね、とか、そう、来年もお願いね、とか、もうすごいずうずうしいんだよね。でもそれって自分に自信があって、で、相手のことを信じてるから頼めてるんだなっていうふうにも思ったんだよ。でそれってすごい才能だなって思ったし、だからこそ先輩がすごいずうずうしいけど、でも先輩結構完璧じゃない人なんだよね。おっちょこちょいで抜けてるところもある。でリラックスしててドーンって構えてるような人で。だから、なんかすごいずうずうしくされると、何なんすかとか、やりませんよとかね、こっちもちょっと強く返せるっていうのが、それって僕みたいに気を使ってごめんねとかありがとねとか、もう
本当にもういい、大丈夫だからねって気を使うのはいいことかもしれないけど、やっぱ相手を信じて相手にすごい頼んでみる、全部体を預けてみるっていうのも才能なんだしろうし、それもすごいいいことなのかなっていうふうに思って、この先輩から学んだなっていうのがありましたね。これ学びました。はい。こういうことがあって、もう素晴らしい一日だったね。もうほんとノルウェーでの日本人気はもううなぎ登りでとどまることを知らないね。そう。今後どういう風になっていくかわからないけど、楽しみだね。ということで今日はこんな感じでエピソードを終わろうと思う。トランスクリプトを載せておくね。振り仮名もあるし英語訳もあるから、これでシャドーイングの練習にしてみるといいと思うぜ。ということで、日本語の授業もやってるから、皆さんいつも通り連絡してみてね。ということで今日は終わりたいと思うぜ。ゆっくり寝ろよな。それじゃおやすみ。